結構重い。怖い怖い怖い。怖いんだけど、こんなに硬いもんなの？自分の組み合わせが本当に問題ないかっていうのをチャット GPT に聞いてください。ほら、よし、光った。さあ、ディスプレイは？つきましたつきましたでも緑ですけど大丈夫かな？みんななんか黒い画面ですよね。僕緑ですけど大丈夫ですかこれ？はい、完成イメージ。いいんじゃないでしょうか。今回はですね、この Apple 信者の僕が初めての自作パソコンに挑戦するということでね、やっていきたいと思います。で、買ったので一番嬉しいのがこれ。2年前に買った M1Max MacBook Pro。結構もう強強モデル 32GB のメモリで 2TB のストレージを組んでいます。その時はもう5年10年持つんだろうなと思っていましたが、なんとちょっとスペックが足りなくなってきました。ちょっとこのパソコンでは物足りなくなってきてしまったんですね。まさかこんな日が来るとは思わなかった。たった2年で。アフターエフェクトを作る際もカクつくと言いますか、ちょっとね、あまり思い通りにいかない。あとは最近ちょっと AI も導入してるんですけども、やっぱ AI の処理が苦手。今回出た M3Max であれば対応はできると思うんですけれども、僕が求める M3Max の構成、なんと金額が70万円するんですよ。パソコンにちょっとさすがに70万円は出せないなということで、今回これ Windows 自作パソコンでコストパフォーマンスをちょっと狙おうということで、自分で組み立てて強強モデルを作っていこうと思っています。なのでこの M1Max さえ超えてくれれば僕は満足ですというような基準の選び方になっています。はい、何よりもこれですね。はい、4070 Ti GeForce RTX ですね。NVIDIA さん来ましたよ。NVIDIA デビューですよ。理想は4080とか4090なんですけども、ちょっと価格がすごいことになってますので、あいつら。僕も初心者目線で、ちょっと組み立てのちょっとしたチュートリアルみたいなものも兼ねた動画にしていきたいと思っています。だからおそらく今回の動画めっちゃ長くなると思います。飛ばし見てもらって構いません。概要欄の目次を見て飛んでもらったりだとか、動画の下の方にシークバーあると思いますので、それで移動して見てもらえればと思います。あとは2倍速で見るのもおすすめかもしれません。はい。初めての自作 PC に挑戦ということなのでね、最初はもう本当不安だらけですよね。なので僕がまずやったこととしては YouTube のチュートリアルめっちゃ見ました。これを紹介してくれてる人とか、海外の YouTuber さんもこれちょっと紹介してくれてたので、あとそのディープクールのね、これを取り付けてくれてる人とか、あとは CPU 付け方のちょっと注意点だとかですね。でもめっちゃ見ました。チャット GPT にスペックを取り込んで確認するっていうのも一つので、自分の組み合わせが本当に問題ないかっていうのをチャット GPT に聞いてください。スペックをコピーしてそのまま貼ります。マザーボードのスペックもパソコンケースのスペック、コピペがちょっと大変なんですけども、一度メモ帳とかにコピーしてストックしておけばもうあとは簡単です。この構成で大丈夫ですかっていうのを聞いちゃうんですよね。僕が最初選んだやつは注意されました。チャット GPT に。なんかマザーボードあなた選んでるの DDR5 ですけど、メモリこれ DD4 ですよね。大丈夫ですか？最初に僕が選んでいたマザーボードが今届いてたら、作業中に対応してないじゃんみたいになっちゃっていました。もともと僕 850W 買おうとしたんですけども、これ 1000W なんですけども、チャット GPT に電源って850で本当に足りてますか？一度確認してくださいみたいなメッセージもらいました。もしこれ850だったらパソコンが急に落ちちゃう。電源切れちゃうみたいなことがあるらしいので、さらにメーカーの公式サイトに行けば取説がダウンロードできます。PDF でダウンロードすればチャット GPT 今 PDF を読んで回答してくれるので、これ対応してますかとか、電源これで本当にこれ大丈夫ですかみたいなことを聞けますので、はい。なんだかんだ言ってね、やっぱ YouTube のチュートリアルが優秀すぎます。めっちゃわかりやすい。で、いろんなこのチュートリアルを見ていくと、大体全体像はつかめるんですよね。そのイメージめっちゃ大事です。で、さらに注意点とかもいろいろ失敗談とかも言ってくれますので、めっちゃ勉強になります。なので、パソコン自作組む人、まずあらかじめ YouTube のチュートリアル見て勉強するのがおすすめです。で、僕が参考になったチュートリアルの動画、概要欄に貼っときますので、ぜひ確認してみてください。まず初心者はもう何もわからないんですよね。まず、パソコンケースに本当にこいつら入るのかどうかっていうのはもう初心者から見たら全く想像できないっていう状況になってしまうと思います。で、そこでの目安の一つとしては規格があるんですよね。マザーボードの大きさ、パソコンケースの大きさ、この電源の大きさにサイズの一つの目安として ATX サイズってものがあります。ATX サイズ。ちょっともう聞き慣れないですよね。これ。
この ATX サイズ、これがあくまでその大きさを示す、この規格ですよね。この ATX サイズってものを揃えないと対応してないっていう可能性もあります。もうこれもチャット GPT に投げてください。そうすれば、このサイズだったら対応してますねみたいな回答が返ってきますので、プラスそのちょっとサイズの流れなんですけども、この PC ケースにこいつが入るか、 CPU クーラー、これ 360mm のクーラーですね。はい、これが自分が買ったパソコンケース 100S に対応してるかどうかっていうのもちょっとポイントになります。これもここのサイトに飛んで説明書ダウンロードしたのと、あとこのね MSI の 100S このケースの寸法だとかも調べたところ、360のケースとマザーボードとこいつらはみんな入りますよっていうような流れだったので、これにしました。やっぱこのねメモリにもこの DDR4 と DDR5 の規格がありまして、マザーボードこれも DDR4 と DDR5 の規格がありますので、こう全然違うもの買っちゃうとこう刺さりませんので要注意ですね。はい、強スペックの場合はこう 850W とか650W とかではちょっと耐えられないと、途中で落ちちゃいますので、必ずその構成に合ったワット数のものを購入する必要があると。これの計算方法についてはドスパラサの公式ページにあります。その計算方法が一旦この CPU とかいろんな情報を入れてポチッと押すと、あなたのこの構成ではこれぐらいのワット数の電源ユニットが必要ですねみたいな計算ができるサイトがありますので、ぜひそれを参考にしてください。YouTube のチュートリアル見るの一つと、あとはチャット GPT に相談しようってこの2つ。これさえやれば大体はもううまくいくと思います。ともう一つのコツとしては、やっぱ Amazon で購入するのが一番です。購入履歴で自分が買った構成パーツとかがざっと見れます。イメージつかむことができる。ですぐアクセスできるし、確認してスペックもチェックできるし、でさらに Amazon では未開封であれば返品できます。大前提はちゃんと調べて購入するっていうのが大前提なんですけども、どうしてもね初心者の方は間違ったパーツを買いがちなんですよね。本当は DDR4 を買わないといけないのに間違って DDR5 買っちゃったとか、強2グラボとか組んでるのに弱いマザーボード買っちゃうとか、違う世代のものを買っちゃったとか、ワット数が足りないものを買っちゃうとか、そういった場合に返品ができます。未開封であれば返品ができます。 Amazon であれば。なので初心者は Amazon で購入することを僕はお勧めします。でも大前提はちゃんと調べて購入することですので、失敗ないように購入すること。でも万が一Amazon さんもちゃんと公言してます。返品はできますよって、未開封であれば大丈夫ですよっていうことを言ってくれてますので、初心者はそこで買うことでちょっと保険としてね、ちょっと安心も購入できるという意味。大前提はちゃんと調べて買いましょうということですね。でちょっとざっくりパーツ紹介していきたいと思います。コスパを狙ってますので DDR4、この4の方が一つ前の世代のモデルなので安いんですよ。これ DDR5 の 64GB 買っちゃうとプラス15000とかしちゃうんですね。性能あんま変わらないらしいです。性能あんま変わらないのに新しい規格を選んじゃうとプラス15000になっちゃうから、4がいいじゃんっていう意味でちょっと4にしました。しかも 64GB、今持ってる 32GB メモリー MacBook Pro ではちょっと僕はもうしんどくなってきてますので 64GB、 夢の 64GB。 この DDR4 からの流れでマザーボードも DDR4 に対応したもの、こっからどんどん広がっていきましたね。DDR4 対応したスロットのやつをマザーボード選びました。安心の ASUS らしいです。これちょっと前のモデルですかね。エントリーモデルらしいです。ちょっと3万円したんですけど Wi-Fi がついてるやつですね。Wi-Fi ってついてるのが、Wi-Fi 対応みたいです。これがないと Wi-Fi 対応してませんよって意味らしいです。でこっちも書いてますね。 Wi-Fi 6対応してますよ。そう、僕 Wi-Fi も欲しかったんでこれにしました。外観とかなかなかこういったのね見れないですよね、 Amazon でね。ASUS、裏面のイメージこうで全部英語なのでね、ちょっとぜひちょっと翻訳してみていただければと思うんですけども、公式ページ見た方がいいかな。公式ページ見たらもっと分かりやすく書いてると思います。とあとは電源ですね。電源 1000W にしました。メーカーはNZXT ってやつですね。
80プラスゴールド認定。静音性も強いみたいね。静音操作。CPU クーラー。はい、CPU クーラー。初めての CPU クーラー。てか、自作自体が初めてなんですけど、簡易水冷式の3つのファンがついたクーラー。はい、ディープクール。あまり光らないやつにしました。後ろはこんな感じです。あとはちょっとこれでお値段がしちゃったんですけれども、モンスターストレージの 2TB、2TB、はい、こんなやつ。M.2、5年間保証。で、最大読み込みリードが 7400MB。M.2 早いのでね、はい。どうしても一応動画だとかね、その AI とか駆使する中で、どうしても容量いっぱい食っちゃうんでね、ちょっとこれは用意しました。はい、メモリ類でいうとこれ SATA 2.5 初の SATA ですね。僕初めて買いました870、はい、サムスンと、SSD ですけど、さっきと M.2 と比べると速度はちょっと落ちちゃいますが、ハードディスクドライブよりは速いでしょうということで、これ 4TB サムスンです。後ろこんな感じ、横こんな感じ。あとは Windows 11、はい、サムアルトマンに期待。はい、Core i7 の13世代の Core i7-13700KF の方ですね。i7、はい、やってます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じ。はい、かっこいい。今ね、インテルもね、結構ライゼンとか出てきたり、アップルのね、M1 チップとか M2、M3 チップにちょっと対抗していかないといけないので、インテルも今ちょっと頑張ってる感じですよね。はい。はい、パソコンケースはこれですね。はい。ミドルタワーの PC ケースにしました。静かなモデル。あまり音が漏れないって言いますか。はい。のモデルにしました。タイプ C もなんかついてるみたいです。タイプ C。はい。それで選びました。あとはフィリプスの UKL ですね。UKL のフィリプスの27インチ。8000番シリーズのディスプレイですね。Adobe RGB も 99% をカバーしていて、タイプ C も使えての、一番これ、はい、GeForce RTX 4070Ti 来ました。これは嬉しい。12GB MSI の3連ファンで NVIDIA の GeForce RTX40 シリーズ GPU 搭載って書いてます。あとグリスで、このパソコンのこのパーツの構成で約32万ぐらいですかね。あとはこのディスプレイですね。フィリップスの、ディスプレイにしました。これはちょっと10万円しました。ちょっともう綺麗なやつ、有機 EL と目に優しいやつがいいんですよね。高画質であればあるほど目に優しいっていうのがちょっと僕の考えですのでね。これを合わせるとちょっと40万円になっちゃいますね。10万円のディスプレイ合わせると40万円の構成ということです。とは言ってもね、僕Apple 信者なので、両党使いでいこうかなと思います。動画編集するときはとか文字とか読む作業についてはこれをメインにして、AI とかですね、ちょっと重たい処理についてはこういった Windows のパソコンを使っていこうかなっていう使い方、両方使っていこうかなと思っています。続いて工具類、ちょっとダイソーで今回僕買ってみました。こっちなんかマグネットがついてるやつの方がなんか使いやすいって話でした。あとこれ2番ですね。あとこれは以前買った M.2 の SSD に付属されていたドライバーですね。ちょっとちっちゃいやつ。はい。これでね、ちょっと挑戦していきたいと思います。はい。はい、それでは早速組み立てていきたいと思います。来ました。はい。組み立てていくぜ。まずマザーボード。ASUS のマザーボードとインテルの Core i7-13 世代をまず取り付けていきます。開けます。オープン。うえ。はい。これこうかな。はい。ちょっと開封の儀になってますけど、よいしょ。なんかケーブル類がありましたね。これはなんだ。これは謎のケーブルですね。ASUS、はい、謎ケーブル。ユーザーガイドもあるね。なんか CD ロムも入ってました。CD ロムも入ってます。マザーボードの CD ロム。で、マザーボードのユーザーガイド。パッケージ内容、ケーブル。SATA 6ギガケーブル ×2。これ使った方がいいかな。はい、SATA ケーブルが入ってました。いろいろね。はい。こういったなんかネジだとか、パッドなんだろうこれ。ちょっと謎オプション品がちょっといくつかありますね。謎だ。後からわかるのかな。はい、マザーボード購入いただきありがとうございます。はい、こちらこそ。あとはなんかステッカー
ステッカーシール貼るやつ、なんかこういった保証書、一旦この中に入れておきます。何なんか謎のアンテナかな、 Wi-Fi 用のアンテナもありました。はい、Wi-Fi、 僕 Wi-Fi 使いますのでね、アンテナこれはちょっと必要ですね。 Wi-Fi アンテナ、はい、なんかピン刺すやつ、はい、アンテナです。こういったこんな感じで入ってんだね。うおー怖え怖っどこ触ったらいいのこれ。うわちょっと怖いトゲトゲしてる。はい、基板たち、なんかボタン電池見覚えのあるやつ CR2032。 これ電池切れたらどうなんだこれ何これ。わからん。じゃあ今からここに、はい、CPU 取り付けていきたいと思います。ここがね結構鬼門と言いますか、ハードルの一つですね。大きなハードルの一つ。ここ本当に慎重にやっていきましょう。だからね、このマザーボードはこのマザーボードの箱の上に置くのがいいらしいですね。こう回しやすい、回転させやすい、このクッションになってるっていう、はい、箱の上でやります。ソケットのレバー、これを引き上げるらしいです。いいよ。こっち結構硬いね。硬っ、怖っ。よっしゃ、はい、来ました怖いパカーってこと、パカー。いやでもこれ精密機械でしょ。ちょっとあまり変なことしないでよ。ここの中は触っちゃいけないらしいですね。危ない怖っ。結構しっかりしてるね、やっぱね。しっかりしてるよ。 CPU だからこの文字がここ向き、つまりこうですね。文字がこうなってるので、これをこうはめる感じ。ちゃんとこのタフゲーミングって書いてる文字に合わせて CPU もこの向きで置く感じね。はい、わかりました。いや本当にこれはちょっと油断できないのでね、ちょっと箱開けるところからもちょっと慎重に。怖っ。はい、こんな箱に入ってるんだ。インテル CPU。 はい来ましたよ。はい、説明書を読んでる暇がないっていうか余裕がない。怖い。セブンありがとう。いやこんな感じね。いや怖い。いや怖い。ちょっと怖い。いや怖い。怖い。怖い。CPU 怖いこうですね。こう乗せたらいいらしいです。こう置く感じね。こう置く感じ。はい、行きましょう。で、はい。ここなんか下三角がありますので、ここの下三角に合わせる。怖いチュートリアルできない。怖っ。はい、怖い。まずちょっとイメージトレーニング。基板の横側、ここを掴んじゃ、ここ触っちゃダメらしいです。基板をこう掴んで、こう開けて、ここのくぼみにこう刺して、ここのくぼみに刺してこう。はい、ちょっとイメージトレーニング。こうしてこう。よし。こうね。はい、開きました。でこうちゃんと指で掴みやすくなってる。こうね。こう掴めばいいってことね。はい。結構重い。怖い。はい。
はい、セットしました。ここのカバーをよし、これでいいかな。であとはこれを怖いんだけど、こんなに硬いもんなの？大丈夫？結構硬いね。こうググーっていって、あ、ググーっていった、ググー、おーおー、はいはいはい、怖い怖い。 CPU 取り付けてこんなに怖いのはい、大丈夫だよね。はい、続いて、メモリの取り付けいきますよ。ちょっと、はい、ぐるぐるっと回して、2番目と4番目、1234の2番目と4番目に取り付けるんだって。だからこことここ、こことここ、ラッチを開く。ラッチは片側だけでいいんかな。これ片側だけラッチをこう開いて、じゃあこれオープンします。オープン。はいはいはい、メモリオープン。メモリオープン。メモリオープン。怖っ。あ、はいはい。ちょっとこっちが短いですね。で、ここが長い。はい、で、ここが短くて、ここが長い。OK。はい。裏側はこんな感じ。こう。はい。で、短い長い、短い長い。は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 い。メモリ、はい。ちょっと下に行きません。はい。はい、メモリ、はい。メモリさしたい。こいつは行かないよね。よし、ラッチは行かない。よし、あ、来た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 。あ、違う違う違う。違う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 。こう、そう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 。あれ、垂直に下ろしたいけど、下に下がらない。なんか入り口から戸惑ってるんですけど。どういうこと？なかなか刺さらないんだけど。お願い。大丈夫？本当に。2番目と2番目。なかなか刺さらないよ。入り口から結構ね、厳しいんだけど。手こずってますよ。垂直。あ、来た来た来た。垂直に。どこまであ、こいつが下がるまで。メモリはなかなか硬いと聞いたことがある。垂直に。お、来た来た。はははは。来ました。ちゃんと垂直に入れるのはコツだね。こうちゃんと垂直に。どっかこうなっちゃったりこうなっちゃったりしたらダメですね。ちゃんとラッチがカチャって閉まりました。もう一枚。次は4番に行きます。はい、ラッチを上げてこうちゃんと垂直に、垂直に垂直に。よしよし。OK ですかね。何度も押さえてるけど、よし、多分 OK でしょう。どうすかどうすか。反対側から見ても OK だよね。よし、指差し確認。よし OK。 メモリ OK。 疲れた。では続いて、はい、SSD ですね。 M.2 の SSD、はい、取り付けていきたいと思います。まずは開封ソリッドステートドライブ、ちょっと開けていきましょうか。よよよよよ。 M.2 カモン。こう
こう。はい。こう。はい。モンスター。はい。同様に、モンスター M.2。はい。ネジ回しとネジ。録音されてました。はい。じゃあ開けていきますよ。オープン。はい。これいつも続いて開けます。オープン。はい。じゃあまずは、ヒートシンク。こことここ外していきたいと思います。買った。よし、来た。ネジはこれ取れないようになってるのかな。よし。OK。ヒートシンクを外して、続いて SSD を差し込んでいきます。なんだこれ。これ剥がすの？剥がさなくていいやつ？多分剥がさなくていいやつだよね、きっとね。これもういっちゃうよ。いいんだよね。なんか SSD 後ろにこういったものあるんですけど、これおそらく剥がさなくていいんですよね。なんか剥がせない。このまま使っちゃいますよ。こうですね。確か斜め20度で、逆か。こうか。ここになんか切り込みがあるので、切り込みが合うところがありますので、こうですね。で、20度でしたっけ？に、こうグッと。OK。で、これを押して、これをグッと。いいね。こう ASUS のマザーボード簡単やりやすい。このままでいいんですよね。なんか剥がすの？剥がさなくていいんだよね。よし、剥がさない。で、M.2。はい、OK。よし。続いてこう外していきます。OK。ここ剥がさないといけないってこと？危な。危ないね。やっちゃうね。ほらこいつを剥がさなきゃいけないんだ。よいしょ、ペリペリ。危ない。これちょっと気をつけましょう。剥がし忘れ。OK。ヒートシンクの裏。これマルチ剥がしといた方がいいね。ペリペリさん。何？一箇所だけなんだけど。じゃあこうだから、ここだけ剥がしたらいいってことね。じゃあここだけ剥がしますよ。ここだけ剥がして、ここはじゃあ残したままで。だよね。で、SSD カード。ここ詰め。20度。OK。来た。よし。はい、OK。してこうですね。はい、ちゃんと剥がしてますよ。OK。よっしゃ、はい、SSD OK。じゃあ今度はディープクール、マザーボードにね、このクーラーのベースをつけていきたいと思います。開封していきますよと。はい、ディープクール。じゃあこうかな。なるほどね。シールがあった。ディープクール、ここから。よっ。はい、ディープクール。はい、ディープクール、箱にこだわってるね。
おしゃれだね、ディープクールさんね。ロゴもかっこいいっていう。箱にこだわってんのいいね。好きだよ俺は。そういうメーカー好き。おい、一旦ベースを取り付けたいんけど、これベースってどれだろう。あ、なんかありそう。これかな。これをマザーボードの裏に乗せて、なんかこいつねずらすみたい。よいしょよいしょ。おう、よかった。ディープクルーにもこういうのついてたんだね。はい。で、マザーボード、こう裏からこうだよね。裏からこう。何ロゴがこうなってるけど、ちょっとロゴをこう合わせてみましょうか。こうですね。で、マザーボードに対してこう。よし。ちょっと慎重に持ちましょう。慎重に。はい、気をつけてよ。細心の注意。わあ、こうはちょっとこう持ちますよ。はい。ああ、怖い。怖いよ。よいしょ。これ何？どうしたらいいの？こっからこうゆっくり。ああ、来た。はい。ここは合いました。今度下。よし。あ、いいね。よし。順調。オーケー。はい、オーケーですよ。オーケー、はまった。はい、刺さりましたね。こんな感じ。簡易水冷クーラーの中にこういったちょっと付属品いっぱいネジがあるんですけども、一回わーっとしますね。わーっと。でも今回使うのは説明書を見たところ、なんか1700番これですかね。はい、こうたくさんなんかいろいろごちゃって入ってるんですけど、はい、そうですね。この袋の中にこうネジを見ると1700番って書いてるんですよね。で、ここ向きなのかがちょっとわからないんですけど、とりあえずもう1700って書いてるところ上でそのままこれを上のままここにポチッとコーディンかな、はめ込んでいきます。はい、ここも115X って書いてる。こっちはで1700。はい、これ4箇所ですね。お、グッと、よし、1700、これもグッと、よいしょ。はい、これも1700をこうグッと。これでいいんかな、ちょっとわからないんだよな、イメージですね。はい、 OK です。一回こいつのフィルム取っとくと、フィルムがついてるんでね、ペリペリしますよ。結構張り付いてるんですよね。ほいペリペリさん、よいしょ。ほい OK。 今度はこのパソコンケースにマザーボードを取り付けていきます。はい、開封。はい、PC ケース開封。はい、いきますよ。これどう取ればいいんだ。よいしょ。ちょっと慎重にね。はい、ご対面。はい、こんな感じで梱包されてました。はい、こんなやつですね。はい、上から見たやつ、こんなやつ。はい、こんなやつです。そうなんですよね。パソコンケースからも結構ケーブルがねニョロニョロ出てるんですよね。なんかこれも外れるらしいんですよね。外れました。これは作業しやすいようにね外しておきます。マザーボードをケースに取り付けていくんですけども、固定にはケース付属のネジ、ネジはこのケースに付属されているようです。で、どこにあるかというと、こう一回こう回転させてこのケースの場合なんですけれども、どこに付属されているかというと、実は結構ね隠されてるんですよ。これ一回取って、このちょっと一回下を緩めて、このケースを外して、裏配線ね、ここねはい、実はこんなところに、はい、隠れていました。ネジたち探しました。めっちゃ探しましたここにあったんですね。まずは倒しますと、
ちょっとごめんなさい。これそのまま開けっぱなでいいよね。開けっぱにしますよ。ちょっと開けっぱだとなんかね、ズルズル出てくるなこいつが。もう取っちゃえばいいんだ。取っちゃいます。よっ。オッケーオッケー。ちょっとね、違う。切っちゃったよ。はい。ここ側にちょっとマザーボードをボンって置いていきたいと思います。オッケー。オッケーオッケー。はいはいはい。よいしょ。軽く置いて。ちょっとゆっくりね、ゆっくりやりましょう。ゆっくり。慎重に。慎重にいきましょう、慎重に。よっ。はいはいはい。うい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 。ここにネジ穴1、2、3、4、5、6、7、8、9見えるように。で、そのネジを留めていきます。はい、9箇所。はいはい。ネジたち。はい、ネジたちいっぱい。なくさないようにしないとね。はい、いろんなネジたち。ちょっとなんかお菓子みたいな感じが出てる。あ、なんか長いやつと短いやつがある。あとちょっと変な特殊なやつ。これどこに使うんだ。9個9個9個使いますよ。9個。どれどれ。何これ。これたくさんあるんだけど種類が。こんな感じ。ここなんか6本しかないし9本欲しいね。9本。もうこれ使えってこと？これ2本しかないし、これについても1本しかないしさ、これなんか長いやつ4本だから、もうおそらくこれで使ってってことかな。多分そうかも。じゃあじゃらじゃらたくさんある。まず1個、マグネットついてるんでね、こっちにねこうくっつくと。でまずは真ん中から。全然入っていかないんだけど。ちょ待って。なんかこっちおかしいぞ。こいつをこう上げないといけない。あ、こいつが邪魔したかもしれない。あだ。はい、こいつを避難させました。これね。グラボを支えるやつ。はい。どかせばきっといけるでしょう。じゃあまずこう仮止めしたいんだけれども。なんかいけてるね。多分いけてる。こんなちっちゃいやつでいいのかなっていうね、不安はありますよね。まあ要は止まればいいってことかな。よし。超大丈夫っぽい。こんなもん。ちょっとネジがなかなか止まらない問題だな。手応えがないんだけど。でもなんか手応えきた。この中央部分がね、なかなか手応えがちょっと感じられないんだけど、こっちは来たか。よし。きっかけが感じられない。なんか手応えがないんだよな。どっちがつながってる？来た。よし。手応えを感じ始めました。OK、いいね。これですよ。ネジ止めの手応えはこれ。いいね。よし。最初はちょっとね、全然はまらなかったんで、ちょっと心配だったんですけども、なんとか、このたくさんあるネジで対応できました。よかった。で、もう止まればいいんか。OK。はい、ネジ止め。OK。ちょっと時間かかっちゃいましたけど、ネジ、9箇所ですね。9箇所止めました。はい、OK です。このパソコンのケースにもこういったね数々の端子類があるんですけども、ここの端子類のここ側にわーっとケーブルがね、電源とかいろいろオーディオとかのケーブルがこっちにわーってありますので、このケーブルたちをマザーボードに挿していきます。マザーボードでまずはちょっとオーディオからいきましょう。なんかオーディオはね、こういったちょっと虹色といいますか、色とりどりのこう配線がちょっとむき出しになってるやつで、ウィーっていってどこに伸びてるかっていうと、ウェーっと伸びてるとこ追っかけていくと、はい、ここにありましたね。はい、HD オーディオって書いてますね。HD オーディオ。はい、このケーブルを、はい、このケーブルを、はい、ここ側にこう通していきますね。こう、はい、これ。
これをぐーっと刺しての、はい、ここに回ってきて、はい、ここちょっと分かりづらいですけど、ここに刺していきます。よく見るとなんか一つだけこう塞がっているところがあるので、これに合わせながらぶっ刺していきます。分かりました。これ見たらね分かるね。こうですね。でもめっちゃ刺しづらいですね。これはちょっと寝かせた方がいい。はい、ちょっと刺しますね。はい、見えますかね。こんな感じ刺さりました。 OK。 これで、オーディオの端子は OK。 ここのオーディオですね。オーディオの端子があるので、後ろから配線を通してここに挿した感じですね。はい、オーディオケーブル OK です。はい、続いてこのパワー電源ですね。パワーのこのボタンのケーブルについては、これですね、きしめんですね。きしめんからぐーっと伸びていて、こっからなんか何股かにこう分かれてます。この先がパワーリセット電源ケーブルですね。はい、きしめんの先はこんな感じ。全部パワーだな。と LED って書いてるね。のケーブルとなっています。はい、これをまたマザーボードに接続していきたいと思います。ここ側に穴がありますので、ここから行った方がいいな。きしめんケーブルたちはここの下からこう通しての、ここから出てくるのからここです。これここに刺していきますよ。こいつらここの一体、はい、やっていきます。はい、パワー SW はこのピンの1、2、3番目と4番目に刺します。3番目と4番目、はい、刺していきますよ。分かりづらいですね。はい、刺さりました。こんな感じですね。はい、上のピンの左から1、2、3番目と4番目にグザッと刺しました。パワーのケーブルです。こいつらね、こいつらは HDD-LED の裏、この三角がプラスみたいです。三角プラス、はい、三角がプラスですよ。はい、左側がこうですね。左側がプラスなので、このままこう刺していきます。こう、OK、はい、刺しました。こんなイメージですね。左側がプラスですね。はい、下の段に刺しました。次は上の段ですね。上の段、今刺した場所の上の段にきしめん分離の、あとこの2つ分離されてるやつ、左側がプラスで右側がマイナスって形で刺していきます。ここはトリセツ見て刺しました。ここですね。はい、きしめんから来たケーブルたち、パワー LED 左がプラスで、その隣がマイナスで、ここはパワー SW になってますね。はい、刺しました。ちょっと上から見るとこんな感じ。これはもう説明書ちょっと見ながらですね、やっていきましょう。はい、続いてはちょっと USB 端子攻めてみます。 USB、 この USB、 この端子のケーブル、こう来てこうですね。こう一つの端子にこう2つ分岐して2つの端子になってますね。今度はこれをマザーボードに接続していきたいと思います。ここからですね、 U32G ここに挿していきます。ここからですね、ここから配線持ってきましょう。こうしてこう刺しましょう。こうしてこう。よしよし、ここですね。ここに USB のケーブルを通します。はい、通したやつですね。ここにちょっと出っ張りがありますので、こっちね、この出っ張りと、はい、ここの切り込み、こはい、ぐさっとね、はい刺さりました。はい、こんな感じで、次は、はい、タイプ C、はい、タイプ C の端子、これをタイプ C の端子はどっから伸びてるか、タイプ C さんこう伸びてきてのこう、はい、タイプ C、はい、こいつも同様にこう表に出しての出てきましたの、さっき挿したケーブルのここ隣ですね。ここにこいつ挿します。上下あるのかな。はい、このケーブル、上と下があるみたいです。はい、ここに切り込み、この三角ですね。若干形状が違う。はい、見てもよくわからないと思いますので、一度軽く刺してみるのがいいです。
ちょっと一回分かりやすくするためにちょっとひっくり返します。まあここですね。刺したいところはここ。ちょっと刺してみます。こうすると刺さる。ほら、いいですね。刺さりました。はいはい、これ、はい、こんなイメージですね。刺さりました。タイプ C。で、続いてどうしようかな。あ、そうか、ファンと LED ってこと？ファンってなんだろう。LED これじゃない？あ、LED ここに刺さってる。LED はここ自体に刺さってるから気にしなくていいんかな。おそらくいいんでしょう。こいつも一応解決したと。じゃああと OK ってことかな。ファンは大丈夫っぽいね。電源とファンはここのきしめんのケーブルで対応してると思うんで、さっききしめん挿したんでね、大丈夫。外し方もちょっとよくわからん。あ、来た。はいはいはい。はい、続いては簡易水冷クーラー、はい、このディープクールのものを組み立てていきたいと思います。で、取り出していきます。このファンですね、3連ファン。あとはこのラジエーター、直接 CPU にこう上に乗せるやつ。はい、はい、こういうイメージ。はい、ラジエーター。はい、ラジエーター。はい、ファン。こっち裏側。ディープクール。この管を右側にした状態で、ファンはこうですね。で、下からこうケーブルが出るように、取り付けていきましょう。なので、これもこうですね。はい、こう。はい、この状態でネジ止めをしていきたいと思います。付属のネジを取り付けていきたいと思います。ネジたくさんあるんですけども、おそらくこれちょっと説明書見てもちょっと分からなかったんで、とりあえずこれで刺していきたいと思います。取り付けていきます。寸法は合ってるからおそらくこれでいけそうなんだけど。OK。はい、こんな感じ。はい、しっかりついてますね。これ3つちょろって出てきちゃってるんで、これをちょっと1つにまとめたいと思います。まとめるためには付属のこのケーブル、つけていきたいと思います。こうですね。ここの3つの上ってなってるケーブルがこう1つのケーブルになると。この3つを1つにしたいということですね。つないでいきたいと思います。そして、よいしょ。ここ爪があるので、爪合うところにぐさーっと、よし、はい、そうしました。で、ここもちょっと解いてあげて、はい、これもちょっと解いて、ちょっとまっすぐにしてあげて、合わせるようにこうですね、はい、してゆっくりぐーっとしっかりと止める。はい、しっかり止める。はい、しっかりとね、OK。はい。この3つのケーブルが1つになりました。これをマザーボード側に刺せば OK ってことですね。これを外しとった方がいいかな。一旦このケースが外れるみたいなので外していきますね。はい。外れました。はい。この時点でちょっと PC ケースに取り付けたいと思いますので、PC ケースカモン。ここが下なので足。はい。天井側に取り付けていきたいと思います。なのでここですね、天井。じゃあこれちょっとこうって外して、ここ側に、取り付けていきたいと思います。じゃあ一度寝かせて、こうがいいかな。よいしょ。ここ側が天井側なので、ここにファンを取り付ける。はい、やっていきます。なのでこうですね。よしね。ゆっくり。はい。ちょっと慎重に。ちょっとガチャガチャしてる。そうガチャガチャしてる。こうですね。よいしょ。うわー。ちょっと怖い。どうなったの。はい。ちょっと怖いけど、よし。まずこの頭側をちゃんと向こう側に入れて、このラジエーター側をこのファン側ですね、ファン側の一番端っこの方にググッと刺せばちょっとスペースを稼げるので、そのまま下のここの
ポンプのところ、よし、来た来た来た。はまりました。そう36センチなのでね、結構ちょっとシビアっていう。いいじゃないですか。はい。これ今手離しても大丈夫。OK。で、あとはこっからネジ止めですね。ここの天井側なんですけど、ここにこうネジをベッて入れて取り付ける感じですね。で、ちょうどこのラジエーター側、こちら、はい、ネジ穴がありましたので、このネジ穴にめがけてこうネジをぐるぐるっと回していきたいと思います。このネジでいいと思います。このネジ、ちょっとさっきより短いネジですね。はい、ちょっと最終着地のここもちょっと見た方がいいですね。ちゃんとここネジ穴が出てるかなっていうのを見ながら、ちょっとこう軽く止めて仮止めで、これぐらい余裕を持たせて、これぐらい逆サイド側もちょっと仮止めしました。はい、でこっちから攻めていきます。でここもどこだ、こっちだ。よしよしよし。ここか。ごめんなさい。ちょっとネジ穴がこう隠れてましたので、1個横にずらすと出てきました。ちょっと全部穴が見えるような形で配置させた方がいいですね。ネジ穴が全部見えるような形で。なので最初は仮止めがおすすめですね。いいねいいね。よしよしよし。来ましたね。はい。じゃあまずは対角線上にどんどん止めていきたいと思います。2、3、4。はい。じゃあここも OK。 はい。じゃあちょっとグッグッと対角線上にキュッキュッと、はい、キュッキュッと、はい、止めていきましょう。はい、OK。 OK です。しっかりこう取り付いてる感じですね。はい、続いてこうですね。こいつちょっとグリスも買ったんで、せっかくだからちょっと塗りたい。こいつをバカーッと外して、グリスをちょっとキッチンペーパーで取っていきたいと思います。はい、こんな感じ。じゃあ今度 CPU にクーラーのこの先端部をちょっと取り付けていきたいと思うんですけれども、これってポンプは右側に抜けるイメージでいいんかな。こんな、もしホースをここから出そうとする場合、ちょっと無理にぐーっと曲げてるような感じがするので、ホースはこの向きから出るようにこうですね、置いていきたいと思います。なのでソケットはこことここと対角上のこことここに取り付けていきたいと思います。こうですね。そのままつけたらいいんか。何も気にせずにちょっとつけますね。ちょっとソケットもう一つこんなのがあるんですけど、多分マザボによってはこれを使ったりするんでしょうね。でも今回はこんなやつ使っていきたいと思います。はい、一回取り出しての E ネジ、E のネジですね。はい、下からこうケーブルが出てますので、これを避けるようにしてこうですかね、取り付けます。おそらくこいつがへこんでるところ、これが上に来て、これが下の方ですね。底、基板側、これ上側だと思います。よし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 。来ました来ました。はい。まずこっち仮止めして、あとは対角線上に、ネジをこうどんどん締めていく感じですね。ちょっとギュッと止めますか。はい、ギュッギュッと、ギュッギュッギュッと、こういうイメージですね。はい、じゃあ CPU にかぶせてみますね。こうちゃんと寸法が合うかどうか確認します。大丈夫ですね。はい、寸法が合うのを確認したら、今度は、ここにグリスを塗っていきます。これ CPU がめっちゃかっこいいんですよね。ちょっと惚れ惚れしますよね、この CPU。じゃあいきます。はい、グリス、はい、なんかみんな使ってるやつ、これにしました。これが蓋になっているので取ってブチューっとやっていく感じなんですけども、じゃあちょっとバッテンからバッテン形式で、なんか落ちちゃった、危ねえ。
はい、ちょっとあまり綺麗ではないんですけど、はい、OK。これぐらいでいきたいと思います。この4つの穴にちょっと合わせつつの、ここに合わせて、こいつをちょっと軽くグリグリ、ぐーっと、グリグリっと、グリグリグリっと。OK。こんな感じでいいかな。はいはい、グリグリ。よし、OK。じゃあネジ止めいきたいと思います。使うネジがこれですね。ここに刺すやつは F 取り付けていきたいと思います。はい、F。よっ。はい、回転させて OK。と、ここ F。あ、いいね、いいね、いいね。はい、F。あと2個。OK。はいはいはい。ちょっと車のタイヤのね、ナットを締めるイメージで対角線上に。で、最後にこれですね。ドライバーでググッと。あ、いいね、いいね。ちょっと大きいやつは結構ね、こう力が入るので、このドライバー。こう握るところが大きい分、力を込めて締められますね。とはいっても、いつかこういうパーツを取り替えるかもしれないので、あまり強く止めない方がいいかもですね。はい、CPU クーラーも一旦 OK かな。と、こいつをパコーってかぶせたいんですけど、なんか顔が映るっていうCPU を直接こう冷やしているところからピロッと出ているこのケーブル、なんかポンプの配線らしいです。このポンプの配線については、これは分かりづれえな。ありました。はい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 。これなんかまずは上側のここいや、場所なかなか難しいね。いや、これ動画配信ないと、これ初めての人はちょっと難しいね。まず文字を読み取るのも難しい。CPU ファンの隣の、CPU ファンとも書いてる。とりあえずこの正面から見て左側、先ほど、マザーボードを止めたネジの一番近いところにある4ピンに対して、このポンプから出ているこいつはなんか3つの穴なんですけど、この4ピンに刺していいらしいです。はい、この4ピンに、こいつを刺していきたいと思います。向きはなんか爪があるから間違いませんみたいな話だったら、こうですね。見つけました。爪をこう刺していきたいと思います。大変。これちょっとなかなか大変これどういこうかな。来た。よいしょよいしょ。ちょっとした手応え感じましたよ。垂直にグリグリっと。来た。はい、ぐさっと刺さりました。ピンは4つあったので、ちょっと1つ余った感じで見えますね。ちゃんとここ刺さってるのを確認取れたら、はい、押さえつけて OK です。続いてこの3つを1つに連結したこのケーブル。これはCPU のファンのケーブルなので、さっき書いてた隣に、CPU ファンってありますので、そこに刺しますね。それでいいんだよね。これは4つ穴が開いてる。さっきは3つだったけど、今回4つ。で、向こうも4つなので、そのまま刺していきます。軽くグリグリっと、なんかきっかけを探してます。さっき取り付けたポンプの端子の隣に CPU ファン。ここにケーブル。ここに端子刺しました。ぐさっとね。続いては電源ユニットについてですね。箱を開けるとこんな感じ。で、ポーチを開けて中を見ると、こういう風にケーブルがたくさん入っています。はい、ケーブルを出すとこんなイメージですね。ちょっとこう見るとね、何が何だか、実際はそんな難しくないです。で、一番わかりやすい場所はこれですね。マザーボードの24ピン挿すところ。はい、こっちが一番わかりやすい。はい、マザーボードのケーブルはこれを使います。おそらくここ側が24ピンってことですよね。で、ここ側は電源ユニット側。これマザーボード側。マザーボードの電源ケーブルを挿すと。マザーボードの電源側ですね。に挿すと。これ結構24ピンですよ。2、4、8、2、そうですね、24ピン。ここ側に挿すと。で、実際これね、マザーボード、PC ケースに取り付けた後にこう挿すのは結構ね、アクロバットな感じで挿すことになりました。挿しづらかったです、めっちゃ。続いて、CPU のケーブルですね。CPU のケーブル。僕のマザーボードは2本使うことになりました。CPU ケーブル2本。で、ここに、CPU のケーブルを挿します。このエリアを示す、この記号を見たら分かりますね。ここの区画は CPU&PCIe の区画ですよっていう意味ですね。はい、挿していきます。僕はこことここに挿しました。CPU のケーブルはこことここに挿しました。この方は下に挿してますね。はい、CPU のケーブル。はい、CPU のケーブルは2本使いますよってことですね。CPU ケーブル。
はい、CPU のケーブル、マザーボード側にはこことここに挿すんですけども、8ピン挿すのと4ピン挿すやつがあります。8ピン側はもう何も考えずに挿して OK なんですけども、はい、こんな感じ。ただ4ピン側に関してはですね、割らないといけないっていうね、半分に割って、すると片側4ピンになりますので、ここの4つのところに挿していくと。はい、挿しての、そうです、挿して、もう一つのプラグは使わないので、ここはもう何も挿さずにプラプラさせる感じが完成イメージです。はい、で続いて PCIe のケーブルは2本、結果2本使うことになりました。最初は1本でいいかなと思って1本使ったんですけども、後から結局2本挿すことになっちゃいました。ちょっと二度手間と言いますかね、ちょっと不要な作業が増えてしまったっていう。この人は上に挿してますね。ポンと、この人も1本しか挿してない。僕は2本挿しました。僕の場合はこっちに挿したんですけどね。こっち CPU 挿して PCIe はこっちに挿しました。PCIe はこっちに2本挿してます。で反対側のケーブルに関しては、はい、PCIe のケーブルはここかに挿すと。はい、やっていきましょう。ちょっとすごい迷いました。これ1本だけで電源ユニット側1つ、グラボ側こう分岐させて2つ、これだけでいいのか、もう一つのパターンですね。この PCL のやつ、これグラボに2本使った方がいいのか、電源ユニット側に2本ブサブサって挿して、グラボ側には分岐してないこの直接来てるところ、ここをグラボにグザグザっと刺した方がいいのか、どっちがいいんでしょうか。今回はちょっとこれだけでいきたいと思います。じゃあ一旦グラボ側はこの下に取り付けましょう。グラボはこの下ですね、この PCIe CPU のところにシャッと刺しました。おそらくこれでもね、サタってね、はい、これだと思います。2.5 のサイズの SSD 使えますので、これには SATA 電源が必要なので、これもちょっとつけたいと思います。なんかたくさん分岐してるね、これね。こんなケーブルで、ここ側を電源側で SATA って書いてる部分がありますので、ここですね、 SATA って書いてる部分がありますので、ここに挿していきます。よいしょ。きちんと刺さっているか。ここ側が怪しい。よし。はい。OK。はい。かなりズルズルな感じになってますが、これを、じゃあ今度パソコンケースに入れていきたいと思います。この裏側から入れていきますね。はいはい。こう。はい。よいしょ。はい。OK かな。はい。OK。ここネジ穴がね、ネジ穴が見えるようにちょっと移動させつつの電源ユニット付属のネジですね。はい、こいつちょっと仮止め硬いな。なんだか硬いな。よいしょ。はい。全部ちょっと結構硬めだな。きた。はい。これもちょっと対角線上にネジを締めていきます。OK。電源はこれはどっちがインなのか。アウトこれだよね。インアウトでアウトにして、これもちょっと念のためオフが刺さってる状態、逆ですね。オフにしてアウトにしておきました。念のため。はい。で、取り付けた電源に対してわーって出てきてますので、そのままマザーボードとかに取り付けていきます。まずはこれ24ピン、分かりやすいやつからいきたいんですけれども、はい、ここ側から行った方がちょっと24ピンに近いので、はい、こっちから刺します。ちょっとこれ乗っけて刺していきますよ。OK。ズルズル。はい、ズルズル。ここ側ですね。ここ側24個の穴で、ちょっと爪があるので、爪が向こう側ですね。なのでこれどうしたらいいんだ。無理じゃん。こうなん？マジ？逆だよ。これしかないよね。OK。なんかいい感じに刺さりそうだ。マザーボードの電源は OK ですね。次は CPU。ここ、8ピン、4ピン。ちょっと狭くて取り付けづらい場所にありますね。8ピン、4ピン。これですね。はい。2本。CPU ケーブル2本。はい。これを8ピンと4ピン側。CPU は2本あるので、うち1本を分割。よいしょ。パキッと。
あ、来た。取れました。二股に分かれる。で、うち1個は使わない。2個使うみたいな感じ。なので、さっきみたいな感じか。爪は上のこうですね。きっかけが探せないんだけど。頑張れ。よいしょ。ダメだ。取り付けがかなり厳しいので、スペース空けるためにこっちのファン、ここのファンをちょっと外します。こいつも干渉してるので、こいつとこいつを外していきたいと思います。ここの穴は、プラスドライバーじゃなくて、その指で回すタイプですね。ネジです。あ、取れた。そのまますっぽ抜けるね。なんだ、一生懸命回してたわ。ある程度は回さないといけないの？すっぽ抜けます、これ。いいよ。どうなってんの？あ、あった。ちょっと一回ごめんだけど、ここ置いとこうね。もう一つのファンも外していきます。はい、ファンを外してスペースができたので、ここで刺していきたいと思います。こう刺しますか。OK。よし。はい、OK ですね。パチってなりました。でもう一箇所、8ピン側いきたいと思います。OK、来た。このままいくぜ。パチッとしたね。念のためぐるぐるして。OK。はい、取り付けました。8ピン側と4ピン側。で、1つペロペロっと余ってるのは、これは正常。これペロペロ余ります。4ピンと8ピン。はい。2本の CPU ケーブル。はい。ちょっとファン取り付けるためにひっくり返しますね。よいしょ。はい、ちょっとひっくり返しました。ネジがね、さっき取り付けづらかったので、ひっくり返して付けやすくしています。一回ポンポン入れて、よいしゃー。さあ。あ、来た。さあ。はい、OK。で、続いて、このファンを戻します。よいしょ。こうでしょ？こう OK。もともとケースに付属されていたファンにこう止めます。よし、止めます。OK。あ、これでも逆を俺取り付けたの。これ多分逆だな。こうじゃなかったよね。ここになんかシールあったよね。保護フィルム外すべきシールが。ちょっともう一回外そう。そう。このシール、これ。はい、危ねえ。こうですね、こう風向き変わっちゃう。この向きがやっぱ正しいみたいです。この向き、さっき取り付けたのはちょっと逆向きでしたね。危ない。なんかね、ちょっとあまりにも無理やりやりすぎてバッキンがずれてますね。ちょっとこれ直しますね。よし。はい、ここのパッキンもちょっと整えました。若干ずれてますけど。今度はこれですね、サムスンの 4TB SSD SATA 2.5 ってやつですね。はい、これを取り付けていきたいと思うんですけども、まずは開封。はい、こっからこう開ける感じですね。パカーッと、はい、開きました。はい、後ろこんな感じ。はい、サムスン、はい、箱こんな感じ。で、パカーッと開けてサムスン。サムスンを取ってサムスン。で、ですね、もうこれだけです、付属品。ケーブルはってね、ケーブルはどこなんつったら、調べたところ、マザーボードに付属されているそうです。はい。僕ありました。これ、このケーブル。このケーブル1本使うのと、あとは電源取るためには、この電源の、このケーブル類、この中にありましたので、すでにこいつにSATAケーブル、取り付けてますので、はい、その1本を使っていきたいと思います。PC ケースの裏側ですね。ここにSATA、こう取り付ける場所があるので、取り付けていきたいと思います。まずはマザーボードに付属されていたケーブル。これ2本ついてんの？ L 字と普通のやつってこと？SATA。SATA って書いてるね。
こうSATAって書いてますね。これでちょっと安心しますね。はい、SATA。これ両方とも同じ端子かな。おそらく同じでしょう。ここのまずちっちゃい方にこう刺すのかな。逆こう刺さる？こう刺さらない？逆かな。こうあ、ここ来たここです。これ逆ですね。こうじゃなくてこうしてこうはい刺しました。はい、これマザーボード付属されていたケーブル。はい、電源ユニットから伸びてきている1本のケーブルから4つつながってますね。わーっと。こう分岐して複数 SATA として付けられるっぽいですけど、一番先端じゃなくていいですよね。ここにつけますよ。ここに。はい、これも向きはこうでいいのかな。じゃあ向きはこう。向きはこれでいいのかな。こうじゃない？また逆？なんか2分の1を間違える人？こうなの？なんかはまりそう。こっちなんかね、切り込みっていうかね、ありますね。この切り込み。ここに合わせて刺す感じですね。SATAケーブル初めてだな。人生初のSATAケーブルだよ。ケーブル2本ですね。2本使います。はい。結構大掛かりですね。これをこうつけますね。はい。一度、これ外しますね。外しますよ。硬いので。来た。はい、外れました。はい。これを直接このネジ穴がありますので、おそらく、こうですかね。さっきどのネジ、どんな風にしまってたっけ？忘れちゃった。こう締めていいのかな？こうサムスンのやつをこう乗せてのこうネジ穴こう回しますよ。こうなんか閉まっていく気がしないんだけど、違うのかな。どうすんだこれ。なるほど。これかな。PC ケースに付属されていたネジ類ですね。こいつら使えばいいんですね。SATA。この SATA をこのユニットこいつに取り付けるためには SATA のネジ穴に合わせてこれを取り付けて、ここのネジについてはこれだ。PC ケース付属されていたネジを使うらしいです。入った。入りました。これだ。やっぱりPC ケースに付属されてたネジだ。それを使うんだ。でもなんかちょっと違う種類がある。これかな。なんかいろいろ種類がある中のこれです。来た。入ります。よかった。はい、取り付けました。こうですね。OK。で、これをそのまま取り付けると。こうか。こうだね。どう取り付けられてたっけ？こう。何？What？ 何これどう取り付けるの？ダメじゃん。このネジってどの人取り付けるの？こうなんですけど、これ違うの？どんな人取り付けるの？ここ外れるってことか。なんだ。ちょっと先に行って取り付けちゃったよ。ネジどこ行ったかもう分かんなくなっちゃった。でもちょっとネジがさ全部混ざっちゃってさ、もうどれがどれだかもう分かんなくなっちゃったよ一度1個だけこいつを外します。いやー、どれで硬いわけだよ。よいしょ。一回ちょっと外します。ちょっとここのネジを探します。この中から。さあ、どれなんだい？結構大きいね、こいつね、ネジ。大きいので、大きいやつを探せば OK ってことね。
ってないんだけど、これどこ行ったっけ？こんなでっかいやつちょっとないよ。こんなでっかいネジないんですけど。あったね。あと4個、あと3個。これ違う。あったね。2、これかな。はい、やった。3、4、OK。特殊な作業が増えちゃったな。これ本当はついてきちゃダメなやつらしいですね。そうなんだ。もうSATA取り付けたことはないからさ、ちょっとわかんないよ。っていうね。ちょっとぼやいてみるっていう。はい。これを外しますよ。はい、外しますよ。はい。OK。どういったやつね。はい。で、一度これをもう一回外して、もう一回取り付けますよ。はい、こうね。参考に借りたやつは戻しての。OK。いいね。ちょっと参考にするやつがいるから。こうですね。はい。ちょっと寝かせるか。ゆっくりね。ゆっくり慎重に。はい。寝かせると取り付けやすい。OK。これってこう。上にスライドすることで取れるんですね。はい。こういう風にできるやつなんですね。知らんかったな。はい。ということで、はい、このユニットに、はい、さっきのSATAをちょっとネジでこれ止めしての OK。 はい、止めました。はい、こんな感じですね。はい、あとはこれをここにこうですね。こうしてガチャコンとOK。 はまりました。ちゃんとこれ刺さってるかな。よしよっしゃできた。 OK。 ちょっとケーブルはごちゃごちゃしてます。ケーブルはごちゃごちゃしてますけれども、これはちょっと後で直します。はい、このケーブルね、こっちから伸びてるこのケーブルについてはマザーボード側に、挿しますので、こっちの穴から通しますか。こっちの穴からで、SATAの先端についてはどこだ。なんかマザーボードにSATAって書いてるらしいですので、ちょっと近くのSATAに挿そう。説明書確認しました。説明書確認したところ、このSATAのケーブルは4箇所ですね。こことここと、あとはこことここ。これがSATA端子らしいです。はい。この4箇所のどっちかどこでもいいので挿してくださいって話だったので、僕この穴に近いところ、こっちここにちょっと挿していこうかなと思います。向きはこれでいいんでしょうか。また逆？刺さる気配がない。逆かな。ちょっと逆でやってみましょうか。こう。行きましたね。ここです。はい、これ。向きこう。なんか爪っぽいところがありますね。これをこう刺していく。刺さってくれ。頼む。OK、来ました。はい、ガチャンコと決まりました。はい、OK。はい、来ました。いよいよ、はい、バーン出ました。はい、4070グラボー。はい、来ましたよ。よし、はい、来ました。はい、グラボー。はい、グラボー。はい、来たよ。はい、グラフィックボード。はい、来た。はい。ちょっと初めてのグラボですね。4070。はい、来ました。なんかシール決めてますね。ちょっと慎重に。おい。はい、グラフィックボード。なんだ。なんだ。はい。なんかカバーがついてましたね。来ました。たくさんのピン。HDMI って書いてる。こんなでかい HDMI 端子とかある？ほい、かっこいい。GeForce RTX。GeForce RTX。はい。来ました。かっこいい。で、ピン、こっちね。ピン、ここに止める感じ。はい。取り付けていきましょう。なんだこれは。なんかわからない。なんだ、付属されてるんだね、これね。これは付属されてるんだ。じゃあどうしたらいいの？もうちょっと破れちゃったけど、余裕を持たせてくださいねって話ですね。そう、これ。ここが一番気になる。これ2本？ Please use 2。
ちょっと待って。おそらくこの 4070Ti はちょっとパワーが強いということで、電源ユニットからは2本のケーブルを持ってきてくださいという意味だと思います。PCL をですね、ちょっと2本つけたいと思います。直結しているところのこいつがメインで、こいつが補助だと思いますので、こいつは使わずにこのメインだけをこう2本ね、グラボにこう挿していくと。ちょっとやっていきたいと思います。なのでまずはここの4つのちょっとネジをもう一度外していきたいと思います。OK、来た。OK、こいつにもう一本の PCLE ケーブルを挿していきたいと思います。こいつ分岐してるんだよね。ここが電源ユニット側に挿していきたいと思います。よし。OK、しっかりと止めました。これがグラボのケーブル。よし。はい、回していきましょう。1、2、3、4。先ほどのグラフィックボード、はい、これがグラボの PCLE ケーブル。僕のやつは1本に、2つこう補助電源として分かれてるやつ、はい、これ2本持ってきました。なので端子の頭はこれ4つあります。うちこの2本は使わずに、ここのメインのところだけをこう使っていきたいと思います。爪があるところとここを合わせて、よし、こうかな。でパチンとグググと取り付けます。取り付けました。はい、もう一つも同じように、こうなんかちょっと6ピン2ピン分かれてるけど、これ一つにまとめてこう刺します。はい、刺さりました。はい、これでいいんですよね。はい、ここは補助電源はちょっとプラプラしちゃうんですけど、メインがここにつながってこう一つにこうなったんで、これでいいってことですよね。こことここは電源ケーブル2本つながっているような状態っていうことですよね。っていうこと、電源ユニットからは2本伸びてますよと、それを一つにまとめてこうと、これを推奨しますよって話ですよね、きっとね。これね、ケーブルがすっげえ大変なことになってますので、これこのままこう倒しちゃうと、いろいろケーブルが重なったところにプレッシャーが圧がかかっちゃうので、それを避けるためにこのケーブルたちですね、背面を保護するために仮でこれはつけた方がいいみたいです。はい、僕はちょっとできてませんでしたがよし、じゃあ一旦ケース閉めました。ここが裏配線のところですね。はい、で、倒します。はい、倒しました。はい、グラボを取り付けていくんですけれども、ここですよね。ここのスロットに挿すイメージなんですけど、端子、そうですね、この映像端子、ここ側映像端子なので、ここ側ですね。イメージとしてはこう挿すので、ちょっとこれケーブルがさ干渉しちゃうな。あと一旦ちょっと仮で見たいからさ、ちょっと待って。2番目と3番目を外します。こいつですね。はい、こいつの場合はネジ3個外さないといけないみたいだね。はい、こっちネジ3箇所、1、2、3箇所外すことで、こことここのトレイを外すことができると。はい、外しました。はい、2個ですね。で、ここにちょっと干渉しちゃうな。ちょっとその前に、いろいろこう保護フィルムとかを外した方がいいかな、今のタイミング。はい、保護フィルム取りました。あとこっちもね、保護フィルム系をちょっともう取っていきます。よし。ただここのケーブルUSB たちがちょっとね干渉しちゃってるな。なるほどね。USB ケーブルはこっから持ってきた方がいいな。ちょっとまた配線変えよう。ここがいいですね。なのでちょっと一回これとこれ抜いていいですか。よっしゃー。はい、このタイプ C たちちょっと出す場所間違えましたので、よし、ここではなくて裏カバーも外さなきゃな。よいしょ。はい、ちょっと裏カバーを一度外してのタイプ C、こいつこっちじゃなくて、ここじゃない。グラボにそういう干渉しちゃう。ここだとここだ。はい、解明しますね。はい、ここ、はい、上から持ってきた。再度グラボちょっと取り付けていきたいと思います。ちょっ
とこのマザーボード、こうなってますね、このスライド。ちょっと横にスライドさせる必要があるってことかな。左側のこのスロットのこれをちょっとクッと、ね、こうクッと。これでいける？あ、いけた。あ、カチャってなった。よし。OK、OK。はい。一旦これ一つにまとめたやつの先端をここに刺していくと、NVIDIA って書いてますね。NVIDIA。よし。こいつをぐさーっと。OK かな。して、あとは、ここ、ネジを留めていきますね。まずグラボ側。もう一つ。ラス1。はい、OK。よし、軽く。はい、OK。取りました。なんかね、このケースには、グラボを支える、なんかこういった機能があって、ここで調整するみたいですね。これで高さを入れることで、表の部分の支えがこう上がっていくと。ちょっと調整しますね。OK。はい、ちょっとこっちを上に上げました。で、ファンにも影響はないですね。ちゃんと回ります。くるくるくるって回ってますので、ここで押さえてる感じ。ちょっと怖いのでわざとずらしてます。ちょっとこう手前にずらして、ちょっと出してます。そうすることでより、このファンにはね、干渉せずに済むと。もう少しこうでもいいかな。OK。まあ、これでちょっと気持ち支えてる感じですね。と、あとちょっと配線忘れ。これとこれとこれ。忘れてました。はい。SATA。そうですね。こいつは、こいつを制御するやつ。これは電源ユニット側と接続する必要があると。で、これはマザーボード側。はい。取り付けていきます。そっか、SATA だから、この SATA ってのは電源から来てるやつだ。よかった。こいつに刺せばいいんだ。そうだよね。で、これ刺さるの？ OK。刺さった。と、あとは、ぴょろってこう余っているここから伸びている端子については多分こっちの制御するためのなんか LED、 これはマザーボードに挿してくださいって説明書に書いてましたのでこれは大丈夫なんですけども、こっから伸びてるちょっと謎のぴょろはちょっとよくわからないのでマザーボードの LED 側にちょっと挿したいと思います。最短でいいところはもうここの穴でここから通します。ちょっとギリギリなんですよね。ちょっと怖い。回してのこうペロって出てるので、ここのケーブルどこに挿すかもしご存知の方いたら教えてください。こう分かんないどこに挿せばいいのか。なのでもう一旦この LED のところに挿したいと思います。ちょっと謎のケーブルを一旦ここに挿しました。大丈夫ですかね。謎ケーブルを一旦ここに挿しましたと。なかなか刺さらないとなかなか刺さらないんですよ。一旦挿しました。はい。これが何の LED なのかちょっとよく分かんない。おそらく外側のところが光ればこっち挿して OK だったってことっていう判断でいいですかね。で PC マザーボード側でその LED も制御できるといった認識で大丈夫でしょうか。じゃあ次行きましょう。でもう一本のこれは説明書に書いてあったこれはマザーボードに挿してくださいってありましたので、これも同じところに挿していきたいと思います。ここの下からこう前に通していきます。はい、前に通していきます。はい、今ズルズルって通したものがここに出てきますので、あとはなんか ADD Gen 2、ADD Gen 2に挿していきたいと思います。ここですね。じゃあ今度ちょっと左側に挿しますか。OK、こうですね。よし、あ、こいつはスッと入ったな。スッと入ってこういうイメージ。こっち。OK、最終配線 OK。ファンとかに当たらないようにチェックして、これもおいおい裏配線に持っていくとして、よいしょ。他にちょっとねまずいケーブルとかないかな。まあ裏配線ちょっと後でさせてください。すいません。よし、じゃあはい、電源ケーブル、はい、これよく見るやつ、よく見るやつ、はい、電源、これここに挿します。よいしょ。挿しました。こうちょっと危なくない。これ大側、インアウトだと思うけど、アウト側、大側、これもオフ側に。普通これがオフっぽいけど、これがオフみたいです。よし。
これね、電源を入れます。ああ、光ってる。はい、電源入れたらこっち光りました。ちょっとなんで書いてるのかちょっと読めないけれども、光ってますね。はい。電源自体は入りました。ファンかな、ファンのオンオフ？ちょっとオンにしてみようか。じゃあ、モニター。ちょっとね、自宅にあったモニターで、ちょっと仮のモニターで、仮モニターに、HDMI ケーブル、これしか、HDMI って書いてます。これちょっと抜いて、いいね。で、これを挿しますよ。グラボ側に挿します。よし。じゃあ、あとはこのパワーを押します。ほら、よし、光った。はい。おー、なんか回った。ファンが回った。さあ、ディスプレイは。ファンは回ってるけれども、ディスプレイ、つきました。ついた。でも緑ですけど大丈夫かな。緑だよ。みんななんか黒い画面ですよね。僕緑ですけど大丈夫ですかこれ。バックグラウンドが緑です。いい感じに白文字、黄色文字と映えている感じあるけど、これって正常じゃないよね。他の人みんな後ろの背景は黒色なんだけど、僕緑ですよこれ。初めて見ましたこんな緑って。もうこれマジ？ですね、ちょっとモニターが古いんで、ちょっとモニター変えてみます。はい。モニターが悪いかもしれない。ってことで、マウスは使えるんですよ。マウスはほら、マウスはぐるぐるって。はい、マウスは大丈夫。いやー、緑色だ。よいしょ。はい、こんな形でフィリップスのこんな形になりますが、フィリップスの、開封していきたいと思います。でね、はい。なんかズルズルできちゃう。ズルリンコ。これこんな開けるやつじゃないんだ。一回こう倒さないといけないんだ。失礼します。ゆっくり。大丈夫かな。ちょっとね、これ机にこう寝かせて開けるやつですね。オープン。はい、説明書かな。はい、なんかバーですね。こう置くやつかな。とケーブルとディスプレイ。矢印書いてあった。矢印。何矢印何。ここから持ち上げてってこと？ここが上ですよってこと？はい、こんな感じ。いろいろ対応している。はい。じゃあちょっとディスプレイを組み立てていきたいと思います。まずは足ですかね。はい。こうですかね。多分モニターの電源めっちゃ太い。で台座。これちょっとペリペリあるのでペリペリ剥がしていきたい。ペリペリテープ。気持ちいいやつ。ここ穴開いてますので、ここをそのままこういうイメージ。はい、こう立てるやつ。で後ろからちょっとねじこれもペリペリ系でいけそうな感じ。きっかけがなかなかつかめない。こうほんと剥がしていいもんなんかな。全然いけないんだけど。剥がしちゃダメなもん？そんなことないよね。すごいペリペリ。はい。すっごいペリペリしづらいので、ちょっと毛抜きでペリペリ。毛抜きでペリペリ。いいでしょ。来た。はい、気持ちいいやつ。ちょっときっかけがね難しかったね。ここネジ止めていきたい。はい。裏側ネジここ止めます。キュッとね。OK。はい。止めていきますよ。はい、ここですね。ここの方にちょっとマウント。こう上の爪みたいなところをこうめがけてこうですかね。行きたい。これ有機 EL のディスプレイですから、多分これぐらいのパワーが必要ってことですかね。めちゃでかい。OK。電源はこれここにこう刺す感じで、はい。
挿しましたと。でちょっと HDMI ケーブル、よいしょ。さあ来るか。これで電源入ってる？これかな？なんかボタンがあった。つきました。おいフィリップス。こっちに電源があった。この裏に電源ボタンがありました。はい。して。あ、出たやったー。原因はモニターでした。よかったー。緑の画面はビビるわ。ちょっとねモニターがすごい古いやつなんでね。いやーでもまさか緑になるとは思わなかったな。はい、ちょっと無事。はい、なんとかね立ち上がりました。よかったー。よかったね。これメモリですね。メモリ認識してますね。A2 スロットと B2 スロットでちゃんと認識してますよってのと、あとはこのサムスンのね、4テラも認識してます。あとこの M.2 もね、2枚4ギガ4ギガ対応してますね。はい、いいですね。はい。続いては Windows 11。これをインストールしていきたいと思います。はい。こうですね。こうスライドさせて開ける感じ。はい、11。で、パカって、ようこそ、11。てん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 。はい。プロダクトキーと、あとは、なんか、ちょっといろいろ迷路になってる。なんか空だけど。自分、あれこれ買ったのは何？あったありました。なんか奥にずるずるいました。こいつかびっくりした。最初見た時空だったから、この中に多分潜り込んでスッと入っちゃったかもしれないですね。でこの11を何これこれこう取ったらいいってこと？ピリピリ。ちょっと空きスペースここですかね。ここにちょっと Windows のUSB を結構硬いな。よし、はい、挿しました。はい、キーボードも挿していきましょう。キーボードも反応しますね。はい。で、キーボードのこれめっちゃハマりました。1、2時間ぐらいちょっと手こずりました。これ挿して、ブーストを押してもインストールできませんでした。USB のこのデバイスを認識してくれないっていうエラーですね。電源を押して再起動みたいな感じをしたら、Windows の、インストール画面にはなったんですけれども、結局ここでも手こずりました。なんですか、途中でインストールが失敗してしまうと。BIOS アップデートしました。ちょっと危険なやつ。ちょっと最終手段の BIOS アップデートしたんですけれども、これでもダメ。原因はこいつのせいでした。ちょっと皆さんこれ買わない方がいいかも。ちょくちょく言ってました。YouTuber さんも他の方も。こういう意味だったんですね。知らなかった。別のパソコンを使ってのWindows 11インストールメディアを作成ところのダウンロードをして、これを USB ストレージに移動して、これを使ってやれば無事ね、自分のこの自作パソコンに Windows 11のインストールができたと。問題なく。いやほんとハマったねこれね。そのパッケージにはね、Windows のプロダクトキーは、ね、付属されてましたので、はい、これを使ってやった感じですね。はい、無事ねインストールも完了されたと。はい、皆さんもね自作、組み立てて、しっかり起動してね、画面がちゃんとこの黒っていうところを確認したら、あとはちょっと別の YouTuber さんがめっちゃ分かりやすく作ってくれているチュートリアルがありますので、それを見ながら設定すれば大体はできると思います。その方も ASUS のマザーボードを使った画面だったので、この画面でもって分かりやすく説明してますのでね、それを参考にしてみてください。概要欄貼っておきます。それ、確認してください。このタフゲーミングのマザーボードを使っている人の注意点ですね。特に Wi-Fi、これ付属してきた人、要注意なんですけど、僕が必ずつけてください。これつけないと Bluetooth が反応しないんですよ。このアンテナって Wi-Fi だけかなと思ったら、実は Bluetooth を受信するレシーバーとしての役割も持ってますので、これ必ず使ってください。これ刺さずにやると Bluetooth もう効かなくなっちゃいますので。あとね、組み立てた後に思い出したやつですね。はい、組み立て終わったかなと思ったら、これまだつけてませんでしたっていうね。これ剥がしやすかったです。YouTuber さんがですね、いろいろこれ剥がしにくいみたいな声を上げてくれたおかげでですね、改良してくれてます、メーカーさん。めっちゃ剥がしやすくなってます。このペリペリ
いい感じに剥がすことができます。はい、ここもですね、側面も、はい、こんな感じでパコーってはめてですね、ちょっとふきふきしての、あとブローみたいなのでね、拭いて、はい、で、ライティング用のケーブルですね。これはね、二股分かれてます。ライティングのケースから伸びてるこのケーブルに関しては、二股に分かれていると。ここの一つ側はマザーボード側に挿して、ここはなんと謎ケーブル、ここに挿せばよかったみたいです。挿せばうまく、これ謎ケーブル、ずっとあった謎ケーブルに関しては PC クーラーのから伸びてるこいつに挿すことで、はい、しっかり刺さるところで違和感なく、はい、もう一つのやつはマザーボード側に挿すと、はい、こんなイメージ、はい、これもしっかり刺さりました。で、あとは裏配線ですね。裏配線を頑張ったんですけどね、パソコン組み立て初心者にはもう限界がありますよね。もう適当になっちゃいますよね、最後はね。はい、完成イメージ、はい、いいんじゃないでしょうか。はい、完成イメージはこうですね。はい、ライティングも、ファンも回ってますね。はい、ファンもぐるぐる回ってますよ。はい、いいですね、いいですね。かっこいいじゃないですか。これオレンジ色かっこいいですよね。別の ASUS のもうファンも全部オレンジ色で統一したようなやつがあったんで、それのちょっとイメージを真似してみました。はい、こんな感じかっこいい。はい、ありがとう。ね、カバーをつければもうこれも見えなくなっちゃいますのでね、こんな感じで完了させてます。で、結果僕これはつけませんでした。ちょっと迷ったんですけども、このグラボを支えるバー、結局ね PC ケースについているこの支えとなる部分がありますので、いいかなと。ちょっとシンプルにするためにね、取り付けたらこういったイメージなんですけどもね、ちょっとかさばったイメージかなって印象がありましたので、これはもうつけずにそのままこのままでいきましたと。じゃあここからはですね、M1MacBook Pro、M1MacBook Pro と今回組んだこの自作 PC、これ 4070Ti スーパーじゃない方の速度ですねを検証していきたいと思います。はい。で、ここからが MacBook M1Max の方ですね。で、これ Windows の方ですね。はい。やっていきます。はい、いきます。はい。せーの、ドン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 。こうスペースで動かすときにキビキビ感はWindows が早い。というのは、今回の動画がめちゃくちゃ長くなりすぎまして、こいつがすごい重いです。はい、4K で撮影したやつ、一応まとめてるんですけどね、それでも 4K 撮影したやつ1時間42分の尺になるとちょっとカクつきます。重たくなっちゃうってところで、この Windows ですね。この1時間42分の尺はかなりしんどい。これ Windows でもしんどい。ただ今の、スペースでスタートさせるとき、はい、再生。この出だしは Windows の方が早い。この感覚がね、欲しいんですよね。そう、M3Max であれば、このスペース再生の挙動は、一緒ぐらいのレベルだと思うんですけども、どうしても M1Max だともうちょっとしんどくなっちゃいます。これぐらいクリップが多くなっちゃう。長い尺になっちゃうと、しんどい。スペースとしても、ほら、ちょっと、ワンテンポタイムラグがあるので、これが厳しいんですよね。で、特にアフターエフェクトとかになると、これがもう顕著に現れちゃう。スタート。もうこっち全然スタートしないんですよね。スタート。じゃあこのエッセンシャルグラフィックスのちょっと挙動を見てみましょうか。ここの、エッセンシャルグラフィックスは Windows は遅いな。この動きもちょっと悪いな。なんだこれ。こいつを掴んでここに持ってきたいんですけど、なんだこの挙動のおかしさ。なんだこれきついな。これちょっときつくないですか。これ設定で変わるのか。おそらく Windows と Adobe Premiere、これちょっと相性悪いのかな。設定でなんとかなるのかな。Mac もそうなります、たまに。Mac もちょくちょくなりやすいんですけど、今回同じファイルなんですけど、まだ Mac の方が挙動はいいですね。例えばこれ今は安いかも。丸。遅い。消す。ちょっとね、挙動がおかしくないかい？はい。
共同なってるね。すぐ出ないから文字が。共同がうわー、これ厳しいね。はい、に対してここでも挙動がおかしくないかい。あ、挙動がおかしくないよ。やっぱね、エッセンシャルグラフィックスちょっと原因不明ですけれども、このスペースをして再生させる時のキビキビ感は Windows の方がいいんですけれども、エッセンシャルグラフィックスは Windows はちょっと負けちゃってますね。わかんない。今だけかも。なんかいろいろね、工夫しながら入力しないといけないっていう形になっちゃう。はい、わかりました。大体の挙動はこんな感じです。はい。ということで今度は書き出しを見てみたいと思います。これ12分の撮影動画ですね。まだ全く編集してないような状態なんですけども、4K 動画。これを書き出していきたいと思います。プレミアプロのもう標準の最初の書き出しプレセットでそのまま統一します。2045MB 出力予想ファイルサイズとなっています。書き出しをじゃあ早速検証していきたいと思います。じゃあいきます。はい、書き出しせーのドン。来ました。はい、エンコード中。はい、Mac は残り時間が6分に対して Windows はなんと2分12秒。はい、ここでは明らかにこのグラフィックボードの性能ですね。で、差が出てますね。ここはうちのグラボ側にね、優位になってますね。M1MAX ですので、CPU が10個しかないっていうのはまたきついところなんですけどね。やっぱ GPU は40個ぐらい欲しいですね、ここ。今は確か24個あったかな。40個ぐらい欲しいな。であればもっと早くできるね。でに対して 4070Ti スーパーじゃない方ですけどもは、今こんな感じですね。なのでレンダリングとかね、エンコードの作業はやっぱ GPU を使うこっちの Windows の方に分があるということですね。頑張ってますよ。結構鳴ってますね、わーっと。に対して Mac はですね、やっぱね、この効率がすごいのでね、全然音になってないです。ちょっと熱いかな。ほんのりあったかい感じなんですけど、もうそうこうしてるうちに4、3、2、1、0。来た。はい、書き出し完了。はい、書き出し終わりました。で、残り Mac はあと3分45秒。はい。超早い。はい、ようやくね、MacBook、はい、終わりました。はい、M1MAX。はい、結構時間かかっちゃいましたね。大きな差が出たんじゃないんでしょうか。はい、書き出しは圧倒的に Windows の方が早いということですね。はい、ということでね、初めての自作 PC まとめということで、ちょっとまとめました。ちょっと文字が小さくて読みづらいと思いますが、すいません。ここはご容赦ください。あとは、やっぱね、他の YouTube さんのチュートリアルも視聴してください。あくまで、Apple 信者が初めて Windows パソコン自作してみたっていう内容になってますので、初心者から見た自作の、体感と、率直な感想と、で一つ一つ長い尺は取りましたけれども、その分細かい作業とかが伝わったのかなというふうに思っています。誰かの参考になれば幸いです。とですね、もうすでに1ヶ月以上 Windows のパソコン使ってるんですけれども、おおむね購入して満足です。また OS が違うのでね、できる幅がすごい増えたっていうのがやっぱ何よりも大きいことですので、うまくね、両方 Mac とWindows 両方使ってやっていこうかなというふうに思ってます。はい。こんな感じでね、主にガジェットですね。ガジェットの内容を、配信していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。はい。ということでね、ちょっと今回はすごい長い尺になってしまいましたが、はい。ここまでお付き合いいただきありがとうございます。はい。ということでまた別の動画でお会いしましょう。はい。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ、こんな感じ。かっこいい。やっぱオレンジいいな。